こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回紹介する動画は前回に続きパッキング動画になります。今度はヨーロッパを1ヶ月周遊してきますので、その時に使用した M サイズの今度はねスーツケースのパッキングの内容と前回の内容を踏まえて量を減らして持っていって実際どうだったのかっていうのも後半で紹介していますので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。それから動画の中で紹介するアイテムは概要欄に記載の楽天ルームに紹介していますので、よかったらそちらの方も参考にしてみてください。それでは早速ご覧ください。で、今回持っていくスーツケースはこちらのちょっとねかっこいい色なんです。これね、ヨロン島行く時に1回使ったんですけど M サイズのスーツケースになっていて、こうやってねファスナー開けるとここでまた少し上がるので、前回持ってったスーツケースがどうやらね私 L サイズを持ってってたみたいで、結構ね中入るんですけど入る分重くなっちゃうんですよね。今回はこの M サイズに入れていこうと思ってます。でファスナーなのでとても軽量でもあるし1万円しないんですけどね、すごくねリーズナブルでお買い物できるんですけど、今回飛行機をですね何回乗り換えるんだろう。成田からパリまで行って、パリからリスボンに行って、リスボンからモロッコに行って、モロッコからスペインに行って、スペインからニースに行って、ニースからヘルシンキ、ヘルシンキから日本だから全部で7回の飛行機に耐えられるかどうかっていうところですよね。車輪だけでもねなんとかね壊れずに済んでほしいなって思うとこなんですけど、これのねすごくいいところはこうやって片側両側に全部こうやって蓋がついてるんですよ。だからすごい収納しやすい。よくあるのはこれだけのものとかあるんです。もう一つのサブバッグを入れていきます。これね車輪が付けられるんですよ。今外しちゃってますけど、ここにね車輪が入ってます。帰りには使ってくるかなっていうふうに思ってます。ここに布が入るか、帰りにこっちに持ってったものを入れて帰りにスーツケースの中に大事な布を入れて帰るかっていうところなんですけど、これねすごいんですけど、これもねブログとかで紹介してるんですけど、ファスナーで全部こう上がるのでこんな感じになって、これねマチもあるしこの M サイズと同じぐらいの大きさになるんですよ。なので今回はこれを持っていこうと思っています。前回持ってったのがエコバッグだったんですけど、ちょっと頼り投げなナイロンだったので、それだとちょっと預け入れして隣のスーツケースとかに引っかかって切れちゃったら嫌だなと思って、しっかりとしたバッグで軽いものを選びました。あとは旅のね YouTube ばっかり見てたんですけど、おすすめだったのが前回も持ってったんですけど、サンダル、これクロックスのパンプスなんですけど、なんか現地だとシャワーとかのね排水が悪かったりするんですよ。これ結構いろんな国行ってるんですけど、結構そういうこと多くって、でそのまま外にも出れるしちょっとおしゃれな感じのものにしたので、 B さんとかもあるんですけど、ビーチサンダルだとやっぱりちょっと洋服と合わなかったりとかするのでこれにしました。あとはユニクロのウルトラライトダウン、今回は白を購入したので白にしてます。なんか紺とか黒とかもあったんですけど、黒だとねやっぱりちょっと今回5月なので明るいから少しこう明るめになるものにしました。汚れが目立つかなと思って白ちょっと抵抗あったんですけど、ファッションのためにここはちょっと我慢っていうか、こだわろうかなと思って白にしています。でやっぱり服装はちゃんとしていきたいですよね。今なんか写真にも残っちゃうし、なんか前回ネイビーのものだったかな着てたんですけど、ちょっと紫っぽくなってて写真に写ってるのあんまり好きじゃなかったので今回は白にしています。これ入れて、これ後でねまたリュックに入れ直すと思うんですけど、あとこれが多分向こうでなくなっていくっていうものなんですけど、今回もエアビーに泊まります。だからエアビーの方にお土産と思ってこういうねこういう感じの味噌汁持ってってみようかなと思って、あとお茶をリクエストされたんですよ、ホストの方に。でこのお茶を持っていきます。これスーパーで売ってたんで、味噌汁とかだったらいいかなって思って、別に食べ物持ち込みダメな国もあるんですけど、ミルク系はダメみたいなんですけど、多分味噌は大丈夫だと思っています。
水着も持っていきます。これね、娘のだった。なんか可愛いから持ってっちゃおうと思って、別に誰かに見られるわけじゃないので自分だけだしって久しぶりにセパレートなんですけど着ちゃいます。旅の YouTuber さんから教えてもらったんですけど、今回ホテルとあとエアビーとあとドミトリーにも泊まる予定です。ドミトリーはもう夜寝るだけと思ってるので泊まっちゃうんですけど、タオルとかが有料になったりするので、なんかちょっとウェッティなんですけど、届いた時からでこういうねケースに入ってるんですよ。こういうので拭いて絞ってまた使えるっていうやつなんで、速乾だから使ったらすぐにギュッて絞ってまた髪の毛拭いたりとかすることができるので、タオルとかでびしょびしょに持ち歩くよりはこれはすごく重宝するらしいので、今回はこれを持っていこうと思ってます。この蒸気でアイマスクっていうレンジとか使わなくても使えるタイプで、今回パソコンもやるのでこれはちょっと持っていこうかなって。それから水も前回ね2リットルのペットボトル持ってったんですよ。そうすると結構かさばったので、今回は500ミリリットルでちょっと飲んだらもう処分できるようにっていう風に持っていこうかなと思ってます。意外とね現地でも水買えるんですけど結構高かったりもするので、あと今円安だから1本ね600円ぐらいするんですよね、この水が。これ150円で買えるんですけど、もうね4倍ぐらいになってますから、ちょっと節約も兼ねてで、あと分けてあればいいかなっていうふうに思ってます。とりあえずの間だけ飲めればいいと思ってるので、全部日数分はないんですけれども、だいたい2リットルを目安に持っていってます。あとは S 字フックも100均のものとかね、この部分で自分で調節できるので、ちょっと試しに使ってみようと思って持っていきます。100均のものはね結構多くて、歯ブラシのこういう歯ブラシのものとか、あとミラーと大きめのこのままリュックに入れるので、このままメイクができるようにしました。ブラシはこういうシンプルなものにして、私は結構ね織物用ナプキンっていうのを持ってってます。でこれ使うと、例えば深夜便とかでショーツ変えられない時とかはこれを付け替えればいいだけなので、普段使う時も洗濯とかあんまりしにくいなっていう時はこれがあれば軽く洗うだけで済むので、是非おすすめです。であと前回重宝した足先が出るタイプの着圧ソックス、結構旅先だと普段歩かないのに歩いちゃうので、この着圧ソックスで結構前回救われたので、今回も持っていこうと思います。なんか膝がガクガクになるほど歩いちゃったので、これがあったことでサポーター代わりにもなってすごく良かったんですよね。そんなところかな。はい、ではパッキングを終えたところなので、どんな感じにパッキングしているのか紹介したいと思います。スリッパ一応持っていこうと思ってます。これを使う予定です。でここには肌着と靴下とかが収納されている圧縮ポーチになってます。でこの辺はエアビーでお世話になる人のお土産、この辺の旅行グッズ系とお化粧ポーチ系と、これは水着ですね、ウルトラライトダウンで、洗剤も現地でね少しもらえるとは思うんだけどちょっと持ってきます。あとナイロンのリュックサック、これもコンパクトに使えるのでこれを一応入れていきます。帰り荷物が増える前提でサブバッグとして持っていきます。でこんな感じですね。でこのクロックスのパンプスって私は 24.5 を普段履いてるんですけど、24とか 24.5、 このね W7 っていうのがねちょうど良かったです。販売されてる時は23でなってるんですけど、結構クロックス大きめになってるみたいで、これ結構ドンピシャでした。電気系と、重さを測るものですね。こういう感じでスーツケースの重さとかも測れるものと、電源プラグで、これね USB も使えて便利なので、今まで持ってたやつがコンセントと USB を両方同時に使ったら使えなかったので、今度これを持って行って試してみようと思ってます。あとこれは短大のね卒業旅行で購入してたもの、結構ガタイが大きいので、これが一つやっぱり予備であると差し込む時に便利かなと思ってます。であとは S 字フックで、金具タイプの S 字フックも予備で2つ持っていくんですけど、これねリュックに前回入れてたら止められちゃったんですよね、空港で。
なので今回はスーツケースに入れて持っていきます。ヘアアイロンなんですけど、前回はリチウムイオンタイプのものにしたら空港で没収になっちゃったので、今回はコンセントのタイプにしています。あとはメイクポーチですね。結構ここにシャンプーちょっと一部入れてますね。このままリュックに入れて持ち歩けるので、今回はこれにしてみました。万が一のため、ちょっとだけになってる養生テープも持っていきます。はい、であとはこのシートマスク7枚入りで1袋になってるので小分けになってなくって、これ結構便利かなと思って普段から使ってるものです。あとは試供品関係なんですけど、フェイシャルのこのトリートメントっていうか美容液とか乳液とかをちょっと持っていきます。ほとんどねこれで補えるかなと思うので、こちらは少なめなんですけど補助的に。あとはクレンジングですね。クレンジングは日数分お買い物のたんびにオルビスをね普段から使ってるので、オルビスとか、あとシャンプーとかリンスは補助的に持っていきますので、日数分はないんですけどちょっとだけ持っていきます。万が一ない場所とかで使えればいいなと思ってます。それから前回持っていかなかったんですけど、今回はパソコンを結構使いそうなのでメグリズム、香りは柚子の香りにしてみました。でこんな感じでこのメッシュの中と、あとこの蓋の部分にこう入れて回って、この下がどういう風になってるかっていうと、帽子は今回持ってこうと思ってて、紐いらないかもしれないんですけどね、一応念のためつけたまま持っていきます。これね麦わら帽子っぽく見えるんですけど、素材が全然そういうのじゃなくて折りたたみができるんですよ。こんな風にこうやってね。あとこれはねタオル代わりに今回持っていくものです。これで実際ちょっと試しに家で練習したんですけど、私結構ロングヘアなんですけど、これでもしっかり拭けたし、顔も拭けたし、体も拭けたし、十分かなっていう風に思いました。背中もねちゃんと拭けましたよ。で乾かすのも起きたらもうこんな感じのバリバリになってたので、寝る時に枕元に置いとけばちょうど加湿にもなっていいような気がします。シルクの枕カバー持っていきます。枕カバーはね結構ちょっと潔癖なところがあって、匂いがね人の匂いとかでちょっと寝れない時とかもあるので、普段はバスタオルとかを巻いてるんですけど、でもねタオル、現地のタオルもどんな匂いするかわかんないのでちょっと神経質かもしれないんですけど、薄いのでシルクはでこれ持っていこうと思ってます。で今回持ってく洋服は部屋着の、パンツ1枚と、あとはこうジョガーパンツって言って1枚と、あとスカート1つでワンピースは2着になってます。でトップスのブラウス系は3着。ちょっと向こうでも着回し楽しもうと思ってます。であとは布を買った時に別に収納できるように、圧縮しなくても袋に入れられるように予備に持っていく予定です。あと、このね肌着類は今回ブラトップにしてみました。意外とこのリブタイプが気に入っていて、だから今回はブラを持っていかずに、今回このタイプを肌着とねセットになるものを持っていって、あとはヒートテックは予備で1枚だけ持っていく予定です。このポケットにはレインコートとハンガー2つと、これはねもう結構使ってるんですけど洗濯ネットになります。これスリコで購入したものですね。やっぱり物価高と言いつつ日本の100均文化はやっぱりすごいですよね。ということで重さがどのぐらいか測ってみようと思います。 14.23kg、 結構優秀かも。で今回持ってきたのがボトムスジョガーパンツっていうのかな、こういう風に足首がスポってこうちょっとキュッとなるものを2つ持ってきました。なんか海外おトイレがちょっと心配だったりしてちょっと裾がキュッとなってるもの、飛行機とか乗る時とかもおトイレがねやっぱりダラーンってなってくっついちゃうのが嫌で、こういうのをずっと探してて結構足首周りが素敵にシルエットになったので気に入ってます。で、スカートはお気に入りのものを1着だけ持ってきました。
でこれはタイパンツなんですけど、結構今回はパジャマに利用しました。でもね、ここの裾がひらひらなので、これがねちょっと寒い時もありましたね。でこちらはワンピースになります。黄色はチュニックだけにしてパンツ、ジョガーパンツとよく合わせて履いてました。でこちらはユニクロのプリーツタイプのワンピースです。でこちらがガーゼの手作りの洋服になります。これは日本を出国する時と帰国する時に着ようと思って持ってきましたけど、こちらでも結構着てました。こういうワンピースはこのポケットがあるものを選ぶようにしました。スカートもそうでした。で結構お財布を出し入れするよりは小銭をこのポケットに入れてここからお買い物するっていうことが多かったです。ユニクロのやつはねポケットなかったと思う。持ってきたトップスはこの3着になります。最後の最後ヘルシンキでお洗濯したら真っ白だったブラウスが黄色く変色しちゃいました。黄色のワンピースと一緒に洗濯したらもう前にも洗濯した時は大丈夫だったんだけど、今回の洗剤が結構ブリーチ力が強かったみたいで、これもなぜかねなんかちょっとブルーっぽく変色しちゃってるんですよね。この長袖のブラウスはポルトガルでちょっと肌寒い時に着れたので良かったです。あとはほとんどこの白いの着てたと思う。日焼け予防にもなったし、ただねこの胸元が広く開くのでそこで結構日焼けしちゃいましたけど、こうなんかちょっとドルマンっぽい袖になってて、あと軽いのでちょっといざって時にトップス必要な時に持ち歩くのにも便利でした。水着になります。娘のやつを借りてきました。自分のがないので。でも日本ってこういうのを着てても、年齢いくと上に行けば行くほどあんまり肌露出しないようにすると思うんですけど、海外ってそういうの全然関係なくビキニ着てる人が多いんですよ。で着たとしても上に半袖の T シャツを着るぐらいなので、逆にこういうの着てるとすごく浮いちゃうので、これから海外旅行行かれるご予定の方はぜひ年齢関係なくビキニとか選ばれるといいと思います。で圧縮するとこのぐらいぺったんこになります。で結構ねやっぱり圧縮パック昔から使ってますけど、これが一番今回便利かなって思いました。結構ねシワとかそんなに気にならなかったですよ。購入してきた生地は全部圧縮パックにして、で最後ラミネートとかはこういう風に圧縮できないので袋でそのままぺたんこになっちゃいますけど、で圧縮したものを入れた状態だとこのスーツケースのだいたい半分ぐらいかな、だいたいこれでパンパンになる感じです。でモロッコでお買い物したサンダルをここに入れて蓋をします。あと肌着関係はこういうちょっとした普段でも着れそうな半袖と、あとブラトップを、今着てるのと合わせて4着にしました。あとはヒートテック長袖1枚と、あとこれもヒートテックの長袖のカーディガンを予備に持ってきました。でヒートテックはいらないかなって思ったんですけど、意外と寝る時朝晩が冷えるので、これ結構これとこれがパジャマになること多かったですね。でブラトップは、全部で4枚にしたんですけど3着で十分だったので、これがねいらなかったかなって感じですね。ショーツも履いてるものを入れて4着にしたんですけど、これもね3個で十分だったですね。毎晩お洗濯してそのまま干せば朝には乾いてたので、予備で1個あればいいかなって感じなので3着で十分でした。5月の旅なんですけど、まだやっぱりちょっとヨーロッパ肌寒かったりとかするので、ヒートテックは1枚予備にあるといいと思います。2枚はいらないかなって感じですね。あとは靴下関係なんですけども、1足はもう履き潰して処分しちゃったので残ってるのはこれだけになるんですけど、結局ね履いたのはこれだけです。この中であるのは2足だけで、やっぱり1足洗ってショーツと同じですね。履いたらその日のうちに洗ってたので、なんかこんなにたくさんいらなかったなって感じですね。最低で3足
履いていく分を合わせて3足で十分かなっていう感じでした。あと着圧ソックスも結局ね履くことなかったですね今回は。で飛行機の時に履くかなと思ったんですけど、結局ジョガパンツ履いてたらあんまり履く機会がなくって、今回は全然出番がなかったです。なのでこれとこれとこれと、あとここタオル映ってますけど、これもね使わなかった。結局濡れたもの持ち歩くことができないのでこれも使えませんでした。ハンカチ、薄いハンカチだけでしたね。これが使わなかったもので、これは今から履いて帰国します。ほとんどこれでショーツを、干してました。でこっちでキャミの方ですね、ブラトップの方を洗濯した時に使うようにしてました。これ2個あってよかったです。1個にしようかなって思ったけど2つ持ってきて正解でした。で畳むとこんなにコンパクトになるんですよ。で薄くて、で前回ダイソーで購入したやつを持ってきたんですけど、ダイソーのやつはここがちょっと太かったり、あと洗濯バサミも大きかったりしたんでこんなにね平らにはなんなかったんですけど、結構フラットになってくれるので便利です。で肌着類を入れてるのがこれなんですけど、壊れないようにここのだいたい間とかにこんな感じで入れて、こんな風にして収納してました。で肌着と靴下はこの両側に収納があるので、前回もこれ便利に使えたんですけど小さいタイプだけこれにしました。あと美容系はいつものメイク用品に加えて、ネイルは出国の日にしてきたんですけど念のため、あとこれは眉毛剃るやつと、あとパソコンやるので目元のこのマッサージのやつで、これを機内持ち込みにすると結構このとんがってるので引っかかっちゃうんで、これは持ち歩けなかったけど飛行機の中では使えませんでしたけどね。あと爪切りと、あと体温計は買ったやつ、海外に来るとねみんないい匂いしてるんで私も負けないように連れてきました。お気に入りのティファニーの香水が入ってます。乾燥しなかったかな今回。でも一応予備に飛行機に乗るときはこれを持ち歩くようにはしています。あとはいつもヘアオイル使ってるんですけど、これも前回の旅行の残りで持ってきたけど全然それでもまだ余りました。これもヘアオイルなんですけど、行く前にもう一つ買って半分こっちに移し替えてきたんですけど、もう結構ギリギリな感じでした。これをやってからドライヤーを やると結構パサつきを抑えられるのでずっと気に入って使ってます。でこのオイルと同じブランドのオルナのヘアトリートメント、リンスの代わりにずっとこれを使ってました。持ってきてよかったです。もう1個丸々使い切りそう。あともうちょっとだけど間に合ってよかったです。でシャンプーはこれに入れてきました。だいぶ持ちましたね。あとホテルとかで使えそうなシャンプーがあったら使うようにしてたんですけど、もうギリこれでバッチリでした。でこれはダイソーで買ったキー、リュックには南京錠をして、でさらにこれで留めてました。で水筒は持ってきたんですけど結局1回しか使えなくって、あと洗剤で洗ったりができないのでカビ生えちゃったりして、結局は水筒はいらなかったなって思いました。ペットボトルを小さいの買って、であと2リッターの大きいボトルを買えば移し替えて使うことができたので、であと必ず持っていくのがこの織物シート、これはあると便利です。深夜便とか乗る時とかってショーツ洗えなかったりとかするので、これを何度か変えたりとかしてます。であと洗剤類、これも柔軟剤と洗剤がセットになってるやつにしました。でアイロンは今回この携帯できるタイプの方にしてきました。結構コンパクトだし海外でも使えたので良かったです。あと帽子も持ってきて良かった。あと日焼け止めも持ってきましたよ。日焼け止めはね忘れてもこっち現地で買えますけどね、やっぱり円安の時はお高いので持ってきてる方が安心です。結構毎日のように塗ってたのでもうねだいぶもう空っぽで、今回持ってきてよかったのがシルクの枕カバーです。枕にただかぶせて使うだけなんですけど、日本で使い始めてからすごい気に入ってて、で今回の旅行でも持ち歩いてきました。なんかこうやって自分のカバーで寝れるとすごい安心感もあってよかったです。で最後に
予備で持ってきたこのバッグにお土産を入れます。これを装着していきます。こんな感じで簡単に装着できちゃいます。この後このバッグまだちっちゃいんですけど、ここから拡張していきます。測ったら 1.2 キロでした。これから帰国します。荷物は増えましたよ。今回の動画はいかがだったでしょうか。ちょっとね、また今回も長い動画になりましたけれども、もしね参考になったよって方はグッドボタンで応援いただけると嬉しいです。次回からはヨーロッパ1ヶ月の旅がスタートしていきます。初回はですね、アナマイルの特典マイルの周遊の方法など、紹介していきますので、よかったら次回からの旅の動画も、楽しみにしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。